皆さんこんにちは、沖野です。今回はですね、いつも通り自宅からお届けしてるんですけれども、なんと久々にあの方がゲストにやってきてくれましたので、自己紹介お願いします。はい。沖縄スタイルをご覧の皆様、こんにちは。熟心です。よろしくお願いいたします。イエーイ、みんな大好き、やった熟心さんです。お久しぶりでございます。お久しぶりです。本当に。沖野はね、普段しんちゃんって呼んでるんだけど、うん。毎年出てくれてたの。沖縄スタイル初のゲストがしんちゃんだったんだけど、去年はちょっと差しでは取れなかったので、あ、そうだったっけ？そう、2年ぶりに来てくれたんですけども、うん。これだけ、お友達やってるんですけど、沖野さんの家に来たのが初めてだから。そうだね。知り合って多分10年ちょっとぐらい、12、そう3年ぐらいそう。経つんですけど、初めて来ました。そわしてる、ちょっと今。まあ家で我々集まる習慣ないからね。ないない。うん初リアルみたいな感じ。そんなにドキドキする？もう、ドキドキ。だからもう、あれかもしれない。セックスとかするかもしれない。しないここでしないしない。それはね、世界が滅それはしないね亡してもないかもしれないけど、うん。この感じで持つのかな？持つよ。持つよ。はいだってまだ導入部分じゃん。そう、導入部分。ちょっといい？うん私今日ね、沖縄スタイルに出るって聞いて、うんちょっと素敵な T シャツ着てきたの。お、私の大好きなカイリー・ミノーグ様のライブ T シャツなんですけど、普段ライブ T シャツとか全然買わないの。うん。もう無地の確かに T シャツしか全然着ないんだけど。確かにイメージないライブグッズとか買ってるの。そうクソ高いのこれ多分6000円とか7000円ぐらいするんだけど、うん買っちゃったライブが素晴らしすぎて。あ、終わった後に買ったの？始まる前に絶対素晴らしいって思って。でもこれさ、いつ着るってなっちゃって、うん。沖縄スタイルに出る今だって思って。あ、じゃあ今日おろしたて？おろしたて。よかった。よかった。沖縄スタイルをご覧の皆様、こんにちは。カイリー・ミノグです。まあそんな感じで今日は、そう、本題これじゃないのよ。本当はこれじゃなかった。本題こんなフリートークじゃなくて、そうなの？同い年、学年が同じで、で、誕生日が少しだけしんちゃんの方が早いんで、うんもう37歳にそうだね。なられて、彼氏いない歴がね、まあこのチャンネルよく見てくれてる人は知ってる通り、沖縄今9年と数ヶ月うんいない。まあその時に別れた元彼のお友達として最初知り合ったんですけど、ちなみに熟心さんは彼氏いない歴どれくらいでしたっけ37年。？37年。そいわゆるあれですね。年齢イコールってやつですね。彼氏いない歴。っていう方なんですよ。はい多分中には、それこそ30代とかもっと上、40代、50代でもうん誰かとお付き合いしたことないとか、そもそもゲイの世界にまだ足も踏み入れてない、知り合い全くいないとか言うと思うんで、年齢限らず。ちょっといろいろお話をね、聞けたらなと思ってます。まあこの37年間恋人がいないっていう私に話をね、面白がるっていう回だと思うんですけど。解釈は人それぞれですけども。そうだね。はい。テーマはそれで、そうだね。LGBT 界のオカリナみたいな。おかずクラブのねおか、ずクラブのね。うんは恋人いない歴イコール年い。齢のね。ね、そう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 。そもそも自分男いけるじゃんってなった、そのゲイとしての目覚めのきっかけとかもしくは何歳頃とかって覚えてる？覚えてない。グラデーションみたいな感じで、うんなんか気づいたらみたいな感じだったかな。うんうんでもなんかさ、好きな人とかが全然できなかったかも。めちゃめちゃ口に頬張ってるじゃん。だから好きな人の話とかするじゃん。好きな子誰みたいな、うんそういう会話とかがある中で、できたことなかった。それめっちゃわかる。だから結構こっちの人に聞くと、男好きとか男いけるって気づいた瞬間が、うん。中学とか高校で友達好きになったとか、ああ。こう先輩後輩とか先生好きになったとか、なんかその周りの人に恋して、あれどうやら周りは女の子みんな好きだけど、自分は男なんだで気づいて、まあ、人によってはちょっと苦しんだり傷ついたり、ね。っていう人の話をよく聞くんだけど、多分我々そこがないから、ふないわっとしてるのかも。でもさ、今考えると学生時代に恋愛とかしたかったよね。うん。憧れの先輩みたいなうん。やつとか、すごい羨ましいみたいな。全然そんなのなかった。なかった。ね。好きな人もいないし、友達のいないままなんかこう大人になっちゃったから、だからそこも結構共通点かもね。友達いないぜ。いない。学生時代の、だってさ、連絡取ってる人とかいる？誰もいない。一緒ゼロ。だからなんか本が友達みたいな。うん本と音楽が友達みたいな感じだったから。うんうんでも確かに本今でも読むし、うん音楽も結構いろんな、それこそ洋楽とかもね、含めて。やっぱりさ、現実が辛すぎちゃって。あ、そっちなんだ。本とか音楽はその逃避なの、ね、そこに逃避してたのかもしれない。なんか自分で言うと、そのはっきり覚悟っていうか、あ、自分は男好きなんだって思ったのは、大学1年ぐらいの18、19ぐらいの時なんだけど、
でも今思うと、小学校の時は思ってないけど、中高とかで、そのエッチなことを考える瞬間とかは多分やっぱ男だった。ああ。今思うとそれめちゃくちゃゲイじゃんって多分思ってると思うんだけど、うんうんうんでもその時はゲイとか男が好きとか何も考えてないわけ。うん。BL 読んでた。BL ね。BL 読んでたかも。ちなみにどういう系の BL 読んでたの？いや、ジャンプ漫画の BL とか。うん。だから、ワンピースとか、ハンターハンターとか、方針演技とか、うん。ルロケンとか、ホイッスルとか。うん。うん。ホイッスルって他で聞かなくない？なんか他のさ、そうそうそ他の今のタイトルは全然今でもう。うん。名作として上がるけど、ホイッスル久々に聞いた。多分知らない人いっぱいいると思う。ジャンプ漫画でしょ。そう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 。サッカーのね。なんだっけ、風祭りくんみたいな。そう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 。背のちっちゃいのね。結構そのインターネットとかすごい好きな子だったから、インターネットで漫画のやつとか検索するじゃん。例えばワンピースとか。そしたらなんかさ、意図せず、不女子のサイトとかヒットするの。あ、わかるわかる。で、そこからさ、ちょっとさ、肌色系のイラストとかさ、うんうん肌色系の小説とかをだんだん見るようになったりとかして、ああ、なるほどね。うんじゃあ今思うとそういう時からこう男同士の絡みとか、うんでもそれもあれだよね。やっぱ自分が登場しないタイプだよね。登場しないわ。うん。なんか誰かに恋して自分とその人とかじゃなくて、うんキャラとキャラってことでしょ？そう。そこは今も結構通ずるかもね。なんかその関係性とかさ。関係性そういうのもね。そうだよね。うんう。ん。だから2時かも。そうだよねそ。うじゃあ最初は2時から入ってたかもみたいな。入ってた。で、はっきり、そう、男いけるんじゃないみたいな感じになったのが、じゃあ、うん。それこそ18、19とか、その20歳ぐらい。そのね、18、19、20歳ぐらいの時に、新宿2丁目にみんなで一緒に行きましょうっていうオフ会があったの。2チャンネルで。あ、それ大昔にしんちゃんから聞いたかも、軽く。そうそうそう。っていうのがあって、うんで、それになんかなんとなく一歩踏み出せない部分があったから、ちょっと行ってみようと思って。こっちの人と会った初めての。その時ってなんか印象ある？レインボープライドうんうん。みたいなのがやってて、うんなんか代々木とかで。うんうん。で、そこを見てから2丁目に行くみたいな感じだったな。ドン引き。どこでドンビーたの？いや、レインもうまずボープライド。レインボープライドのなんかさ、半裸みたいな形あーで、カッポしてる人たちとかいるじゃん。もうちょっと引いちゃって、うん。 2丁目のバーとかも行ったんだけど、結構そこもドン引きしちゃって、うん。うわーってなったのは覚えてる。ああ、最初はそんな感じだったちょっとなんか、ショックが強すぎちゃって。うんうん。あとなんかたまたまその会場で、そのなんかレインボープライドの会場で、メンミクっていううん。 SNS 交流サイトみたいなやつの、なんかチラシみたいに配ってて、うんそこを見て登録とかして、そこからちょっとちょっとずついろいろな人と交流するようになったっていうのがあったかも。メンミクね。懐かしいよね、うんメンミク。僕はもう初リアルはメンミクだった。ね掲示板系か、メンミクか、我々世代だと。掲示板とかあったよね。まだ少なくともツイッターまだなかった。ある日突然聞いたよね、メンミク。うん、メンミク、そう、日記書いたりとかね。うん。じゃあそれが20歳ぐらいそうそう。かな？ポツ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 となんかいろいろな人と会ったりはしたんだけど、うん。でも結局なんか一回会って終わったりとかってそういうことが多くて、うん。で、その後にピアフレンズっていうイベントに参加したんだよね。あれまだあんのかな？どうなんだろわかんない。割と若めの10代後半とか20代前半ぐらいの人を集めた、なんか昼間にやるお酒も一切なし、ソフトドリンクで、まあ楽しくこうお話ししましょうみたいな感じのイベントがあって、そこでなんかね、友達が増えてってみたいな感じかも。う。ピアフレ懐かしいね。行ったことないけど、そう周りで行ってる人ちょこちょこいた。うん。結構そこが割と転換だったかも。やっぱり同世代の人と一気にこう、知り合いになれたから、それはすごい良かったなと思う。で、なおかつイベントだから、なんて、今みたいにマッチングアプリみたいに1対1で会うみたいな感じじゃなくて、いろんな人がいる中で会うっていうことができたから、良かった。今になって思うと。ゲイとしてのさ、まあ、自覚があれで出てきて、そうやってちょっとずつ輪を広げていく中で、好きな人ってできなかったの？それが、一度もできたことないの。そうだよね。好きな人のお話って聞いたことないもんね。全然いないんだよね。うんなんでなんだろうみたいな。でもさ、こうやってさ、なんかさ、恋人いませんとかっていう話とかするじゃん。うん。理想高いんじゃないとかさ、積極的じゃないんじゃないとかさ、うんうん。なんかいろいろ言ってくる人いるじゃん。うん。あれ鬱陶しいよね。確かに、しんちゃんって別にそんな感じじゃないもんね、別に。ハイスペ男子だけをさ、狙ってるとか、そんな感じでもないから。あ、そうだね。うん、全然。でもそれで20代こう進んでいって、
まあ今に至るまで好きな人はできてないけど、うん。恋愛したいとは思う。恋愛したいとは思う。今も恋愛思うしたいとは思ってた。思ってたね。今はも過去形ね。う思わないかな。なんか30前後ぐらいの時に、うん35歳になったら、その恋愛市場から撤退する、あ出家するって言っててうんうんうん、実際35になって一回さ、マッチングアプリとかも全消消した。してたじゃんか。でも最近、恋愛っていうよりはなんか、また人との交流的な意味あ、でそう、だね。うん。マッチングアプリでご飯食べたりとかはしてるっぽいけど、じゃあその彼氏が欲しかった時期と、いや、彼氏別にもういいのかなって思った、こう、なんかそれぞれの心境の変化っていうか。やっぱりね、彼氏がずっといなかったっていうのは、彼氏がいて良かった喜びを知らないから、うんやっぱり年齢を重ねるとなんかそのモテ度は減っていくじゃん。うん。少なくともなんか若いうちはいろいろ動いた方がいいのかなって思って頑張ってたんだけど、終わらない就職活動をずっとしているみたいな感じで疲弊していっちゃって、うん。で、なおかつそんなになんか自分は求めてないのに、もういいかなっていう区切りを設けたくて、で、年齢的な部分でもうここぐらいかなっていうので、もうやめちゃったって感じ。なるほどね。うんでもそういう意味では、全く何もしてなかった人ではなくて、もう死ぬほどいろいろやった。そうだよね。だからそれこそ全部いろいろやった。 2チャンネルっていうか、ああいうののオフ会って自分も行ったことないし、うんピアフレみたいなのもやった行ってたっていうやし、まあ、メンミクもやってただろうミンミクもやっして、たしね。まあ、最近のマッチングアプリも多分やってただろうし、あとあれ、婚活サービスみたいな。そうだ、ゲイの、セクシャルマイノリティ向けのお見合いサービスみたいな、そだってあれ1ヶ月に1万ちょいぐらいだっけ？う。そう。かかる。そうだよね。で、紹介されるの月3とか2とかなんでしょ？そう。っていうのも、どんぐらいやってたあれ期間で言うと。 2年ぐら2年ぐらいやってたいやっか。てて。しかもお見合いサービスあれだもんね。顔見えずに最初会うんだもんね。あ、そう。プロフィールだけ事前にね、うん。こういう方どうですかって言われて、あ、じゃあ会ってみたいですってお互いがなったら、その事務所かなんかでうん。 10分ぐらい話して、そこが顔合わせ初だからっていので、そううだね。うん。顔出しがやっぱ怖い。ああ、で、ネットで誰かに送られるの怖いじゃん。うんっていうのと、多分その顔以外のところで一回興味を持てるかっていう、うんそれなりの期間やってたもんね。だからもう今は落ち着いて心穏やかな感じで生きてる。人生は割とちゃんと楽しくないずっと。あ、そうでもない。いや、楽しいかって言われたら、うん辛いことの方が多いかも。そうなんだ。うん。楽しいことしかない人生。本当、うんおめでたい。毎日楽しくてどうしようって思いながら生きてる。そんなうん、パッパラパーなの、今もめっちゃ楽しい。あ、そう、よかった。でもね、超ネガティブ。だから全然違うと思う。根本部分。うん、超ハッピーじゃん。うん、超ネガティブだから。うん、そんななんか何かすごい悩みがあるとかじゃなくて、うん。なんかもっともう10代とかもう生まれた時からぼんやりとしたなんか絶望みたいな、なんかそういうものがずっとあるから、なんかすごい、わあ幸せとかってそんなないかもしれない。なるほどね。でもそのさ、ぼんやりとした絶望みたいなのはさ、うん別にセクシャリティ関係では、全然ないよね別になんか、でも逆にゲイでよかったって思うことがある。例えば。だって友達とかと旅行行ったりとかさ、うん友達となんかこんな感じで YouTube で撮影とかって多分、のんけだったらしてない気がする。確かに。あとさ、なんか、ゲイっていうことだけでさ、知り合って仲良くなれたりする。例えばなんだろう、野球部とさ、帰宅部みたいなさ、うん存在とかでもさ、意外と大人になってゲイとしてあったら、そう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 仲良くできたりとか、それはめっちゃ思うな。そうなんだよね。だから、多分得してることの方が多いんだよね。多分、のんけとして生まれても別になんか結婚もしないし子供も欲しいって思わないうんうん。から、なんか別にゲイとして生きてても何の不都合もないし、うんうん。同性だから結婚ができないとかそういうのもさ、そもそも、なんか別にいないからパートナーが。だから何の問題もない。なんか我々それこそさっきも言ったけど、学生時代にやっぱ友達いなかったぜじゃん。友達いなかった友達ってどうやってできるの？いや、わかんない。気づいたら一人でご飯食べてた。ああ、一緒。でも大人になって、それこそでも知り合ったのが20代中盤ぐらいか。うん。だけど、その後仲良くなったのって多分26、7ぐらいからだから、そうだね。まだ10年やっと経ったかなぐらいで、うん。だから多分これを見てる中高生、まあ比率で言うとこのチャンネルそんな多くないけど、うん。マジで大人になってからでもゲイの方が多分新しいお付き合いはしやすい気がする。そうだね。っていうのは知っといてもいいか。もし絶望を仕掛けてる人がいたら。だからこういうセクシャリティだから悩んだってことはほぼなくて、ないんだけど、恋人がいないっていうことではずっと悩んでた。他の人が当たり前に、そんなに苦労せずにできていることが、全然自分にはできていないっていうことに対しての欠落感みたいな、何かが人の心の中として欠けているものがあるんじゃないかみたいなものはすごいあったんだけど、うんこれぐらい生きてくると、まあ、なくていいかって感じ。でも別に絶対
誰とも付き合いませんっていう感じじゃなくて、うんいい出会いがあったら全然付き合うんですけど、うんうんうん別になんかもうなくてもいいし、いてもいいし、みたいな感じ。夜早くちゃんと寝てるし、うん納税とかしてるし、うん。NHK にちゃんと受信料払って、で、大事今日だってちゃんとね、選挙に行ってから撮影に臨んでるわけですから、そうねお互いちゃんと選挙ね生きてるじゃないですか。うんうん。だからもう、OK って、OK。OK ってなった。まあ OK ですよ。逆に言う OK と、です文句言うとしたら誰が文句言うのって感じだしね。でも恋愛してないのは甘いっていう人とかいるじゃん。まあでもそれ結構過激派だよね。ナチュラルマウントの人はいるかも。もったいないみたいな。もったいないいるよね。そう言われると、あ、私じゃあもう37年間もったいないことしてたんだとは思だから今比較ができないだけであって、うんいる時の楽しさといない時の楽しさがそれぞれあるから、うんうんで人によって正直違うから、そうだね。いないとダメな人もいるし、うん。いない方が楽な人もいるし。そう。でもさ、沖野さんはさ、私と違うのさ、いた時のさ、うん。幸福感みたいなのを知ってるわけじゃん。うん。なんかそれは多分すごい違うと思うんだよね。うん。なんかその恋愛してる時にだけ出るドーパミンみたいなものとかってあると思うの。ある。だから多分それを追い求めてるんじゃないか。そうね。沖野がもしかしたらそこでスパッていけないのはそれはあるかも。うん。ちなみに、恋愛はそんな感じじゃん。セックス的なことあるじゃん。あ、あるあるあまあ、る。セックス的なことというか、セックスあるじゃん。うん。逆に言うと、彼氏いない方が楽で遊んでるっていうタイプの人もいるじゃん。よね。でもさ、全くそういう感じじゃないじゃん。うん。遊んでない全然。そういうモチベが高まる瞬間ってあるの？性欲的な話。そうそうそう。なんか自分で言うと、高まる瞬間正直ある。あるある、全然ある。あるけど、行動に移すほどのものに行き着かないっていうか、そのためだけうにん連絡を取って、家行き来したりとかして、うん初対面の人となんかしようっていうところまでは、うん。いかないんだよね。行かなうん。い。うん、全然行かないかも。なんか昔しんちゃんが言ってたことで覚えてるのが、うん。私そんな名言発してた？その周りが付き合ったり、セックスしたりして楽しそう。うん。すごいいいものだっていう風に言う人がいっぱいいる。うんうんうん。でも自分はなんかそれをまだその喜びを知れてないから、あー性の喜びを知れてない性から。の喜び知れてないおじさん。そう。うん。だから、なんかそれがちょっと悔しいみたいな。あ、それはある。うん。狂い咲く人とかいるじゃん。うんうんうん。だから若いうちに経験しといた方がいいかなみたいなうん。のはあったけど、なんかもう今となっては。こっちの人と会ったりとかした時もさ、恋愛の話って割とその出やすいじゃん。うん。合コンとかで行ってなんか異様だなって思ったのが、なんかさ、バッジとかにさ、立ち受けみたいな、リバみたいな、その問題ね書くじゃん。なんか、これ多分賛否あるやつだよね。そう、賛人によって否あるんだけど、うんそう、でもそれは重要だっていうのは分かってるんで、私は別にそれが良くないっていうわけじゃないんだけど、結構さ、プライベートな部分だったりするじゃん。そうだよね。れって人によってはちょっと言いたくない人も絶対いるよね。いや、なんかそれがすごいなって思って、すごいなんか、カルチャーショックだった、最初。うんうん。それ結構挨拶代わりに聞いたりとかね。そうそうそう、聞くじゃん。リアルとかマッチングアプリとかの挨拶とかで、なんかポジションどっちですかみたいな。うんうん結構衝撃じゃないそれ。そう、冷静になるとね。うんで、ただ、確かにそれを知りたいな、それが結構優先事項として上にあるなっていう人がいるのもわかるから、そうだね。なんか完全になんか、なくせなくせって、あ、もちろん言うかって言ったらそんなつもりはそうなんだよねそう、でそんなも、ことを YouTube 上で言ったら、私もう9割ぐらいの芸をさ、敵に回すじゃん。いや、そんなことは言いたくない人もうちょっといると思うし、本当は言いたくない人い言いたると思う。くないっていうわけじゃなくて、なんかその、衝撃を受けたっていう話。うんうんうん。冷静になった時に、ね、冷静になった時に、こ結構すこの情報ごいことってじゃん。そうだね。うん。うん。だってもう突き詰めて言うとアナルセックスの話じゃん。いうん。や、衝撃って思った。どっちかしかできないっていう人ももちろうんん。いっぱいいるし、どっちもやんない人もいるから、確かに聞いとかないと付き合っていざで困る人もいるって考えるそうと、だよね。まあ先に聞いといた方がいいのかみたいな。うんだから聞き方とタイミングむずいけどむね。ずいわ。で、何の話？何なんでしたっけ？どちらかっちゃったもうどんじゃない？ちらかっちゃったけどどちらかっちゃ、ったんじゃない？も多分ね、恋愛本当はしたくない人とか、なんかゲイだけどゲイの場に行きたくない人とかう。、ああ。いっぱいいると思うから、うん普段言えないことをここのコメント欄でぜひ、書いてみてほしいです。そうですね。うんあと私から言えることは恋愛をしてない人がいても、ほっといてください。好きで一人です。こじらせてるなとか言うのもやめてください。でもちょっと変わってるかもしれない。うん。うん個性的な方です。個性的な方で、うん。どうぞよろしくお願いします。お願いします。ということで、今回は友人熟信さんに、来ていただきました。またぜひ、じゃあお呼びしますね。
もちろんです。うんだって今日2本撮りですから。うん。この後、少なくともメンバーシップのラジオを撮って、それ以外にもちょっと撮れたら撮ろうかって言ってるんで、はいもし。かしたら2本目がまた出るかもです。はい。いなんか言いたいことある最後に。や、ないです。大丈夫？ないないない。じゃあ、せーの。バイバイバーイ。バーイ。